総合美容外科クリニック大手グループを比較していきます。総合美容外科の大手の定義は、美容クリニックの内装デザインを手掛ける、美容クリニック総研様のものを拝借し、分野特化型クリニックを除いた総合美容クリニックの店舗数といたします。グラフの数字も美容クリニック総研様のものを拝借します。この分野の貴重な情報がありますので本系サイトをぜひご覧ください。店舗数と運営年数を組み合わせると、美容クリニック総研様もおっしゃるように、各グループの運営方針が感じ取れますね。ご覧の通り、件数の上位は SBC、湘南美容外科、東京美容外科、TCB、東京中央美容外科。この3グループが100件を超えています。これら3グループについて、決算や経営体制を見ていきます。どのグループも実際にクリニックを設置、運営する医療法人と、医療法人の経営企画や広報、人材管理などのバックヤードを支援する会社の二元体制となっています。SBC は経営企画のホールディングス会社が、米国ナスダックへ上場。美容のみならず、日本の医療業においても、新しい展開を見せています。例によって、医療法人から都道府県に提出される決算届を分析していきますが、各グループ、医療法人によっては比較したい年度に報告が揃っていない場合があり、ある程度を比較表示が可能と判断した部分を合算して表示することをご了承ください。SBC については、東京所在の5法人を合算表示。東京美容外科は、令和4年に医療法人の本社を青森に移転させたため、青森県は県庁に直接来庁しての閲覧となるため、今回は省略。TCB は近年、もともとごあった医療法人を2に集約。単純な合算が実態を表しているか心もとない面があるため、その他の公開資料から比較的確からしい内容を推測も含めて提示します。マスは第1位 SBC から損益計算書東京5法人の売上合計2021年が約1000億円経常利益率 6.24%。2022年度は売上1200億円経常利益率は 3.9%。病院を一つだけ持っているとはいえ、診療所が主体の医療法人としては、普通レベルの経常利益率といったところでしょうか。米国ナスダック上場の経営企画会社 SBC メディカルグループホールディングスの IR 資料によると、2023年度は6つの医療法人合計で11億アメリカドル、1ドル140円換算で1540億円の売上に達するとのこと。決算届に記載の店舗の数を重ね合わせてみると、5医療法人合計で2021年が103、2022年が125と伸びています。2023年度もこのペースで店舗数を安定的に伸ばして、売上を拡大しているものと推察されます。この店舗は総合美容外科の他に AGA 専門クリニックや歯科、内科皮膚科併設、整形外科、病院等も含まれるので、乱暴すぎるやり方ですが、単純に売上を店舗数で割れると、1店舗あたり 9.6 億、9.7 億と算出されました。クリニックによって所属医師が1名から8名、本院は30名以上在籍して、次の店舗展開のために育成もしているのでしょうが、一般に皮膚科医1名の保険診療クリニックが1院あたり5000、8000万円ぐらいと考えれば SBC の売上高の高さが感じられます。ちなみにホールディングス会社の IR 資料、医師数474と売上11億ドルから1医師あたりの売上を算出すると年間 3.25 億円となります。今後、開設病院を閉院するなどの再編も行われるようなので、店舗あたりの売上や利益額、生産性指数はまた変化するものと予想されます。経営企画会社である SBC メディカルグループホールディングスは、これら医療法人に対して経営企画や広報、ブランド管理、人材管理の支援サービスを提供し、サービス提供料、
フランチャイズ契約フィーを医療法人からもらっていることから、医療法人の経費欄にホールディング会社の売上が含まれていることになります。ホールディングスの IR 資料の数値を重ね合わせてみると、2022年のホールディングス会社の売上は17,400万ドル、243.6 億円。ホールディングス会社の純利益は600万ドル、8億円とのこと。2023年は医療法人側の資料が揃わず経費面を出せていませんが、ホールディングス会社の2023年総収入 270.2 億円、純利益 54.6 億円ということで、店舗数が伸び、医療法人側の売上や利益も伸びたところで、ホールディングス会社の純利益も伸びていると言えるでしょう。続いて、SBC 医療法人の貸借対照表を見ていきます。まず固定資産、建物と土地が全くないこと。SBC は他の医療法人から病院を一つ承継しているにもかかわらず、病院の建物、土地も所有扱いにしていません。美容外科クリニックは想像の通り、大抵の場合、テナントビルの中に入居した区画を改装してクリニックにします。内装の改装費は固定資産、建物付属設備として計上されます。クリニック内で使う医療機器も固定資産として計上されます。これらは3年から10年で償却されていきますが、短い期間で完結するものしか保有しないスタンスのようですね。保険診療の病院が20年や30年で償却する建物を使うことと大きく異なります。このようなスタンスですから、固定負債が全くないのも大きなポイント。銀行などの金融機関からの長期借り入れがありません。次、流動負債、その6、7割を前受金が占め、銀行からの短期借り入れはありません。前受金ということは、美容クリニックのサービスでよくある。1、2年かかる手術サービスを最初に支払ってもらったものにあたります。最初に前受金としてもらい、手術が進むにつれて前受金を少しずつ売上とし、手術にかかった人件費や材料費を経費として徐々に計上する形です。こうしてみると銀行から運転資金を短期借り入れする代わりに、お客様から前受金として運転資金をお預かりしていると見ることもできるかもしれません。ちなみに流動資産385億円の7割方が手持ち現金ということで、事業 2.53 ヶ月分の手持ち現金があるというのは、医療法人としてはやや良好な安定性といったところでしょうか。ここまでが SBC の内容。続いて、店舗数第3位 TCB を見ていきます。TCB も出店構成を推し進めつつ、5つあった医療法人を2つに再編。再編対象となった法人の決算届を見ることが困難な場合があったので、直近2023年度のデータを軸に、2021年と2022年は推測をしていきます。2023年度は店舗数110の大台に到達。合計売上高も820億円を超え、経常利益 95.3 億円。経常利益率 11.4%。純利益は 67.7 億円。SBC の医療法人と同等かやや多い。経常利益額、経常利益率に見えます。これは経営企画会社が担う業務量も違うでしょうから一概に比較はできません。乱暴に1店舗あたりの売上額を計算すれば TCB は 7.5 億円。SBC の 9.6 億円と比べると少ないようにも見えますが、これも商品構成、分野特化型クリニックの数、展開サービスの利益率が異なるので、比較できる数値とはなりません。ちなみにウェブサイトに掲載された医師数は232名、2024年11月。単純に売上高から割れると1医師あたりの売上は 3.57 億円。保険診療の皮膚科だけする医師よりかは、売上は大きいと言えます。TCB は医療法人を2つに再編したので、1つの医療法人は92のクリニックを開設しています。院長、クリニック管理者は
同時に医療法人の理事になるのが医療法の約束なので、この医療法人には92人の理事がいることになります。シャグプトに92人の理事会の様子を出力させてみました。参加してもらう委員長のスケジュール管理、会議場所の確保、大変だろうなとお察しします。続いて TCB の貸借対照表。各資産や負債の中身の表示義務がないため、大項目だけとなりますが、固定負債が極端に少ない。おそらく土地や建物をほとんど持っていないので、固定資産が少なめ、内装工事費や医療機器の分のみ。流動資産のほとんどは現金で持っていて、現金の出所はお客様が利用当初に払う一括前払い、契約金。手術が進むたびに前払い金を売上に振り替えて経費精算していく。これが総合美容外科のパターンの一つと言えそうです。以前動画を作成した急拡大中に破産となった私立矯正大手とは全く異なります。あちらは当初の入金をすべて売上としたため、税金は支払い、後で未払いや買掛金、銀行の借り入れにも追われていました。医療経営を続けていくには、それぞれの提供サービスに合った会計処理体制を構築しなければならないというのがわかります。話を TCB に戻して、SBC などと比べて短い運営期間で100店舗の大台に到達してきました。今後も店舗数の拡大は続けていくのでしょうが、スピード感の他にも TCB らしさが現れてくるのか、今後の展開に注目です。以上、総合美容外科100店舗を超える医療法人の決算を見てきました。ご視聴いただきありがとうございました。次の医療法人、社会福祉法人でお会いしましょう。